16世紀イングランド、ヘンリー8世の宮廷は華麗でありながらも陰影に満ちた舞台だった。王の寵愛を受けた者は一夜にして権勢を握り、しかし同じ速さで失脚し、処刑台に送られることもあった。その象徴的人物の一人が第5代王妃キャサリン・ハワードである。彼女は王の心を捉えた若き花嫁として注目を浴びたが、その短い結婚生活は急速に崩壊し、ついには反逆罪の名のもとに断頭台に消えた。なぜ彼女は歴史の舞台でこれほど劇的な運命をたどったのか。そして彼女の悲劇は当時の王権構造や社会規範をどのように映し出していたのか。本シリーズではその生涯の節目を追いながら、キャサリン・ハワードの存在が示したイングランド王権の力学と女性の地位の変容を掘り下げていく。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、キャサリン・ハワードの出自と幼少期。キャサリン・ハワードの生涯を理解するには、まずその出自と幼少期をたどる必要がある。彼女は1520年代半ばにノーフォーク公爵家の分家にあたるエドマンド・ハワードとジョイス・カール・ペッパーの娘として生まれた。父エドマンドは名門ハワード家の血を引きながらも財政的には困窮しており、王宮で大きな役割を担うことはなかった。そのためキャサリンは名門の末端という微妙な立場に置かれて育ち、幼少期から富と権力に直結する地位には恵まれなかった。背景を見ると、当時のイングランドは宗教改革のただ中にあり、修道院解散による土地再分配や貴族層の再編が進んでいた。没落しつつあった小貴族や地方の騎士階層にとって、宮廷での出世や有力家系との縁組が唯一の浮上の手段だった。ハワード家は依然としてノーフォーク公爵を頂点に大きな影響力を保持しており、エドマンドの娘であるキャサリンも名門ネットワークの一部に組み込まれる可能性を秘めていた。その可能性が現実化するのは、彼女がオバーグネス・ハワード、すなわちノーフォーク公爵夫人の邸宅に預けられてからである。この邸宅は、貴族の娘たちが教育と礼儀作法を身につける場であると同時に、将来的に王宮や貴族社会へ送り込むための訓練所でもあった。当時の慣習では、女性の教育は宗教心や刺繍といった家庭的教養に重点が置かれていたが、ハワード家の女子教育は宮廷儀礼や人間関係の構築に直結しており、キャサリンはその中では各魅力的であることが最大の資産として培われていった。周辺諸国との関係に目を向けると、ハワード家は常に外交部隊でも重要な存在だった。特にフランスやハプスブルク家との婚姻交渉に関わる際、ハワード一族は自らの女性親族を駆使して政治的地位を確保していた。キャサリン自身は幼少時点では直接関与していないが、彼女が後に外交戦略の一部として王妃に選ばれる素地は、すでに一族の政治的立ち回りによって用意されていたと言える。当時の民衆の感覚からすると、ハワード家の娘が宮廷に登場することは珍しくなかった。都市の人々は宮廷の華やかな結婚や恋愛を噂話として楽しみつつ、そこに家柄の序列や王権の恩寵の象徴を見出していた。キャサリンの名もまた、彼女が王宮に入る以前から美貌のハワードの娘として若干の期待や好奇心を持たれていた形跡がある。制度的に見れば、この時代の女性は自らの意思で婚姻や地位を選ぶことができず、家族や一族の意向に従うのが常であった。特に貴族階級においては、娘は一族の政治的資源であり、結婚は血統の強化や財産の移転を意味した。そのためキャサリンの成長は、早くから誰と結婚し、誰の庇護を受けるのかという政治的問いに結びついていた。宮廷内での見方は複雑だった。ノーフォーク公爵一派にとって、キャサリンは有用な駒として期待されつつも、財政的に乏しい父の娘という点で軽んじられる側面もあった。他方、彼女の美しさや若さは王宮での武器とみなされ、次第に周囲の注目を集めていくことになる。近年の資料解釈では、キャサリンの幼少期に関する再評価が進んでいる。かつては無教育で奔放と描かれがちだったが、実際にはハワード家の女性教育を受け、宮廷儀礼に親しんだ経験を持っていたことが指摘される。また、
彼女が若くして経験した人間関係や性的な噂は、後の悲劇を説明する軽率さの証拠としてではなく、むしろ当時の社会構造が女性に強いた脆弱さの表れとして理解されつつある。こうしてキャサリンは名門の血統に連なりつつも没落の影を抱えた少女として育ち、やがて王権政治の渦中へと引き込まれていった。彼女の出自は権力と脆弱さが絡み合う運命の出発点を示しているのである。第2章、ヘンリー8世との出会いと結婚。キャサリン・ハワードが歴史の表舞台に姿を現すのは1539年から1540年にかけての王宮での出来事だった。彼女は当時15歳前後で、叔母であるノーフォーク公爵夫人の縁により宮廷に仕え始めた。最初は第4代王妃アン・オブ・クレーブスの次女の一人として登場し、王宮の儀礼に従事していたに過ぎなかった。しかし、間もなくヘンリー8世の目にとどまることになる。その背景には、王自身の複雑な状況があった。1540年、ヘンリー8世は神聖ローマ帝国との対抗上、ドイツの有力諸公との連携を狙い、クレーブス公の妹アンと政略結婚を結んだ。だが、アンを初めて見た王は自らを欺かれたと激しい不満を抱き、婚姻を消極的に受け入れたに過ぎなかった。外交的な思惑の産物であったこの結婚は、宮廷でも冷ややかに受け止められ、民衆の間でも評判は芳しくなかった。そうした不満の空気の中で、若く生気にあふれたキャサリンは、王にとって新鮮な存在となったのである。外交関係を考えると、アンとの結婚が失敗に終わることは、イングランドとドイツ諸公の同盟の崩壊を意味した。他方でフランスやスペインとの緊張が続く中、国内での安定を優先したヘンリーは、外部との政略結婚ではなく、国内有力一族との連携を再び模索するようになる。ここでノーフォーク家の娘であるキャサリンとの結婚は、イングランド内部の権力均衡を整える選択肢として位置づけられた。当時の宮廷社会の反応は二分された。都市の人々や宮廷の若者たちは、王の新しい花嫁を、かつてのアン・ブーリンのようには各魅力的な王妃と歓迎する声もあった。しかし一方で、王とキャサリンの年齢差は30歳以上あり、すでに肥満と病に苦しむ王に対し、彼女が生気を与える存在として期待されることには皮肉も混じっていた。王妃は国家の母として振る舞うべき存在でありながら、同時に王の私的欲望を満たす対象でもあったという二重の役割を王はされていたのである。制度的な側面から見れば、アン・オブ・クレーブスとの婚姻の無効宣告が重要である。ヘンリーは婚姻は未完成であったと主張し、議会と教会の承認の下で結婚を解消した。これは、国王が自らの意思に基づき婚姻制度を操作する一例であり、同時にイングランド国教会がローマ教皇から独立して以降、王権が宗教と法を統合して掌握していたことを示す事例でもある。その直後にキャサリンとの結婚が成立したことは、制度的に王権の恣意性をあらわにしたものと言える。宮廷内での見方は複雑だった。ノーフォーク公爵は命の昇進を一族の勝利として歓迎したが、同時に彼女が若さゆえに政治的に利用されやすい存在であることも承知していた。王に近似する帝臣の中には、キャサリンを純粋な愛称とみなしか論じる者もいれば、彼女が新たな権力の象徴として取り入ろうとする者もいた。さらに、前王ヒアン・オブ・クレーブスは婚姻解消後も王の妹として尊敬を保ち、キャサリンに対して公然と敵意を示さなかった点は注目に値する。王の周囲では、女性同士の対立というより、一族と派閥の競合が前面に出ていたのである。近年の歴史学では、キャサリンとヘンリーの結婚は単なる恋愛の産物としてではなく、政治的な国内安定策として理解されつつある。従来の通説は、ヘンリーが美貌に溺れた結果の軽率な婚姻だと描いてきたが、最新研究では、ノーフォーク家の影響力と国内政局の調整が深く関わっていたことが強調されるようになった。彼女の若さと美貌は王を引きつけたが、その背後では、一族と王権の力学が彼女を押し上げていたのである。こうしてキャサリン・ハワードは短期間のうちに王妃へと上り詰めた。だが、その急速な昇進は同時に彼女自身の自由な選択を奪い、
政治と私生活の狭間に翻弄される運命をもたらしたのであった。第3章、王妃としての役割と宮廷生活。キャサリン・ハワードが王妃となったのは1540年の夏、アン・オブ・クレーブスとの婚姻無効宣告からわずか数週間後のことであった。彼女は若さと美貌をもって王を魅了し、新たな時代のバラのような王妃として宮廷に迎えられた。しかし王妃という立場は単に王の寵愛を受けるだけでなく、国家的儀礼を担う存在であったため、彼女の短い知性には愛称から国家の母へと転換を迫られる難題が潜んでいた。背景を見ると、当時のイングランドは宗教改革後の混乱期にあり、王権の正当性を支える象徴として王妃の徳と宮廷の秩序が求められていた。アン・ブーリンやジェーン・シーモアといった歴代王妃がそれぞれ異なる評価を受けてきたように、王妃の存在は王の政策と同じほど政治的意味を帯びていた。キャサリンの若さは王の活力を蘇らせると期待されつつも、同時に未熟さゆえに国母としての威厳を欠くのではないかという不安も抱かれていた。諸外国との関係を踏まえると、キャサリンの登場はフランスや神聖ローマ帝国の宮廷にも注目された。特にフランスでは老いた王が若き花嫁を迎えたとやゆまじりに報じられ、外交儀礼の場で話題となった。他方でスペインのカルロス5世は、イングランドの政略的孤立が深まる中で内政の安定を優先した妥協として理解していた。キャサリン自身が外交交渉の当事者となることは少なかったが、彼女の存在は王国の国際的イメージを左右する象徴として機能していた。民衆の間では、当初キャサリンは生気あふれる若き王妃として歓迎され、祝祭や説教でも新たな繁栄の象徴と語られた。しかし都市の噂話は次第に王は年老いており、王妃は孤独を抱えているという方向に変化していく。市井の人々にとって王妃は敬意の対象でありながら、同時に王権の私的生活を反映する鏡でもあり、その評判は権力の安定に直結していたのである。制度面から見ると、王妃は単なる伴侶ではなく、宗教儀礼や祝祭で国王と並び立つ国家的象徴としての役割を持っていた。王妃は慈善事業や庶民への施しを通じて徳を示すことが求められ、宮廷における模範的な女性像を体現する存在とされた。キャサリンも王妃就任後には慈善活動に従事し、宮廷礼儀を学びながら徳ある王妃としての姿を演出しようと努めていた。宮廷内での評価は一枚岩ではなかった。帝臣の一部は彼女を単なる美貌の象徴とみなし軽視したが、ノーフォーク派の有力者は若き王妃の成功が一族の安定に直結すると認識して支援した。また前王妃アン・オブ・クレーブスが比較的友好的な態度を保ち、妹としての立場に徹したことも宮廷内の緊張を和らげる要素となった。一方で王の側近であるトマス・クロムウェルは失脚直後に処刑され、キャサリンの昇進が彼の運命を決定づけたとも言われる。この点で彼女は意図せずして政治的派閥闘争の勝者の側に置かれていた。同時代の証言を見ると、王はキャサリンに強い愛情を示し我がバラと呼んでいたと伝わる。だが宮廷の年長貴族からは軽率で経験不足と評され、彼女が王妃としてどこまで国を導けるかについては懐疑的な見方が根強かった。若さと魅力は短期的な牽制をもたらしたが、それが制度的な安定と結びつかなかった点に彼女の立場の脆さがあった。近年の研究ではキャサリンを単に奔放な若き王妃として描く従来のイメージが修正されつつある。最新の資料分析によれば、彼女は慈善事業や宮廷儀礼に真摯に取り組んでいた形跡があり、王の庇護の下でも反的王妃として振る舞おうとする努力も認められる。つまり彼女は必ずしも享楽的ではなく、当時の制度が求める役割に適応しようとしていたのである。ただし、その努力は彼女の若さと経験不足、そして宮廷派閥の力学に飲み込まれ、やがて破綻に至ることになる。こうしてキャサリンは王妃としての役割を引き受けつつも、愛称の延長線上にとどめ置かれる存在として矛盾を抱えた。王の愛情に支えられながらも、その立場は一族と宮廷の思惑に取り込まれ、彼女自身の意志が十分に反映される余地は乏しかったのである。第4章、過去の影、かつての恋愛関係とその露見。キャサリン・ハワードの王妃としての地位を決定的に揺るがしたのは、
彼女が王と結婚する以前に交わしていた恋愛関係の存在だった。1541年、王妃となって1年足らずの頃、彼女の過去の秘密が暴露され、宮廷を震撼させることになる。歴史的事実として知られるのは、キャサリンがノーフォーク公爵夫人の邸宅で育った若年期に、音楽教師ヘンリー・マンニックスや帝臣フランシス・デレラムとの親密な関係を持っていたことである。これらは必ずしも正式な婚約や結婚を意図したものではなかったが、当時の規範からすると低粛さを欠いた行為とみなされ、後に不義の証拠として彼女を追い詰める材料となった。背景には、当時の婚姻観と社会的規範が深く関わっていた。16世紀イングランドでは、婚前の性的関係は厳しく非難される対象であり、とりわけ王妃に選ばれる女性にとっては許されない過去だった。国王の伴侶は単なる妻ではなく国家の母としての清廉さを期待されていたため、若き日の恋愛は単なる個人的な記憶ではなく、政治的弱点に転化してしまったのである。外交的な観点からすれば、この問題はイングランドの立場を一層不安定にした。諸外国の宮廷では、王の若き妻が不道徳の噂にさらされていることはすぐに広まり、特にフランス宮廷では老王が娘のような妻に裏切られると嘲笑の的になった。他方、神聖ローマ帝国の関係者は、この事態をイングランドの政治的失策として冷ややかに観察し、外交交渉において優位に立つ材料とした。民衆の反応も二極化していた。はじめは若き王妃が王を元気づけたと歓迎していた人々も、噂が広がるにつれ失望を抱くようになった。市政の説教や風刺詩の中には、王妃を過去に汚れたバラと揶揄する表現さえ見られる。とはいえ、庶民の間には若すぎて王の妻にされたのが不幸だったという同情の声も残されており、彼女は同時代からも賛否両論の対象であったことがわかる。法体系から照らせば、キャサリンの問題は婚前の不貞という道徳的非難にとどまらず、王妃としての忠誠義務違反として国家的な意味を持った。特に問題とされたのは、過去の恋人フランシス・デレラムが結婚の約束を交わしたと主張した点である。もしそれが事実であれば、キャサリンの王妃としての婚姻は無効となり、彼女の地位そのものが崩壊する可能性があった。制度的に、これは契約婚姻の概念と結びつき、王妃の正当性を左右する致命的な論点となった。関係者の相互評価もここで大きく動いた。トマス・クロムウェル失脚後の宮廷では、キャサリンを擁立したノーフォーク公爵派が力を強めていたが、このスキャンダルは一族全体を窮地に追い込むことになった。ノーフォーク公爵自身は名を守ろうとする姿勢を見せつつも、王の怒りを前に防戦一方となった。他方、宮廷内の対立派はこの機会を利用し、キャサリンの失脚を通じてノーフォーク派の影響力をそごうとした。こうして彼女の個人的過去は、派閥政治の格好の材料となったのである。同時代の記録には、キャサリン自身が過去の過ちを隠すために必死で祈りを捧げていたとの証言も残されている。王の寵愛を受け続けていた間は彼女をバラと称えていた帝臣も、噂が広がると途端に態度を変え、冷笑を浴びせた。尊敬と軽蔑、愛情と利用、その間を揺れ動く宮廷人たちの評価が、キャサリンをさらに孤立させていった。歴史学では再評価が進んでおり、かつては軽率な少女の不貧困とされた解釈が修正されている。近年の研究では、マンニックスやデレラムとの関係はキャサリンが未成年であった時期に始まったものであり、彼女が自発的に選んだというよりは、大人の男性たちに利用されていた側面が強調されるようになった。そのため、王妃時代の彼女を裏切りの象徴とする伝統的なイメージに対し、制度と社会構造が彼女を追い詰めたのではないかという問いが新たに提起されている。こうしてキャサリンの王妃としての生活は、過去の影が忍び寄ることで根底から揺らいだ。王の愛を勝ち取った彼女は、同時にその愛ゆえに過去を裁かれる存在ともなり、歴史の舞台で運命の転換点を迎えようとしていたのである。第5章、カリバーン事件とトマス・カル・ペパーとの関係。キャサリン・ハワードの運命を決定づけたのは、1541年に発覚した現在の不義、すなわち王妃となった後の行動だった。その中心にいたのが、王の側近であり帝臣のトマス・カル・ペパーとの関係である。
彼女とカルペパーが秘密裏に会っていた事実が露見すると、単なる過去の過ちではなく現職の王妃による裏切りと解釈され、王権を揺るがす重大事件へと発展していった。歴史的事実としては、1541年夏から秋にかけて、キャサリンは女官の助けを借りてカルペパーと密会を重ねたとされる。密会の詳細は残された証言によって断片的に知られており、2人の間で愛の誓いが交わされていたことも記録に残る。証拠として保存された手紙には、キャサリンがあなたなしでは生きられないと書き残しており、これが彼女に対する決定的な証拠とされた。この背景には、王との年齢差と関係の不均衡があった。すでに50歳を超え、病や肥満で衰えの目立つヘンリー8世に対し、キャサリンはまだ10代後半の若さを持っていた。宮廷生活において王妃が孤独を感じるのは避けがたく、同世代の帝臣との交流が感情的な支えとなった可能性は高い。当時の慣習では王妃に無垢で忠実であることが強く求められていたため、このような行動は宮廷の価値観そのものに反するものであった。外交関係においても、この事件は深刻な影響を与えた。ヨーロッパ諸国の宮廷は、イングランド王妃が不義を働いたというニュースを敏感に受け止め、国王の権威を嘲笑する格好の材料とした。フランスではイングランドの宮廷は堕落していると評され、神聖ローマ帝国の外交官は事件を交渉上の圧力として利用する動きを見せた。王妃の私的行動が国際社会でのイングランドの信用に直結していたのである。当時の世論をたどると、民衆の反応は冷酷だった。都市の説教では王妃は王の恩寵を裏切ったと糾弾され、風刺詩や噂話の中で彼女は裏切りの象徴とされた。ただし、庶民の間には若すぎる王妃が老王に縛られ、自由を奪われた結果だという同情的な声も少なからず存在していた。キャサリンの行為は不道徳とされつつも、同時に制度が彼女を追い込んだという感覚が、社会の片隅で共有されていたのである。法的観点から見ると、この問題は貫通ではなく大逆罪として処理された点が重要である。王妃は単なる妻ではなく、王権の正当性を支える存在であった。その王妃が他の男性と関係を持つことは、単なる婚姻違反ではなく国王の体制そのものに対する反逆とされた。イングランド法の枠組みの中で、王妃の不義は国家の秩序を揺るがす罪として扱われ、死刑をもって裁かれることが制度的に整えられていた。関係者の評価は入り乱れていた。カルペパー自身は王の信任厚い帝臣であり、王妃との関係が露見するや否や王妃に迫られたと主張して自らの立場を守ろうとした。他方で、キャサリンの女官であったジェーン・ロッチフォード、かつてアンブーリンの義妹であった人物は、2人の密会を仲介したとして同罪に問われ、結果的に彼女も処刑されることとなった。宮廷内ではキャサリンは軽率であったとする声と若さゆえに操られたとする声が交錯し、評価は二分された。近年の研究では、カルペパーとの関係は必ずしも一方的な恋愛ではなく、宮廷の権力構造の中で利用された関係であった可能性が指摘されている。キャサリンが手紙に記したあなたなしでは生きられないという言葉は、恋愛感情だけでなく、孤立した王妃としての不安や依存を反映していたと解釈される。また、ジェーン・ロッチフォードの証言操作が事件を拡大させた可能性もあり、現代では単純な不倫ではなく宮廷派閥と王権の緊張が生んだ事件として再構成されつつある。こうしてカリバーン事件と呼ばれるスキャンダルは、キャサリンの信頼を根底から失わせ、彼女を破滅へと導いた。王妃としての地位を守るための努力は、この事件によって一瞬で崩れ去り、キャサリンはもはや王権の秩序に収まる存在ではなくなっていったのである。第6章、失脚と処刑への道。1541年秋、キャサリン・ハワードの過去と現在の不義が暴かれると、事態は急速に彼女の失脚へと傾いていった。事件を知ったヘンリー8世は激しく動揺し、最初は事実を信じようとしなかったとも伝えられる。しかし証拠として手紙や証言が次々と提出されると、彼は深い怒りと失望に沈み、やがて裏切りという言葉をもって王妃を断罪する姿勢を固めた。歴史的事実として、キャサリンは1541年11月に宮廷から隔離され、ロンドン島へと送られることになる。
トマス・カルペパーやフランシス・デレラムはすでに捕らえられ、拷問と尋問を経て王妃との不義を認める供述を行った。王妃の罪は大逆罪として扱われ、1542年2月13日、わずか19歳前後で断頭台に消えることとなった。背景をたどると、ヘンリー8世の治世では、王妃の失脚は政治秩序の転換と直結していた。アン・ブーリンの処刑に見られるように、王妃の不義や裏切りは単なる私生活の問題ではなく、王権の威信を守るための見せしめとされた。キャサリンの処刑もまた、王権がいかに女性の身体と評判を通じて国家秩序を統制していたかを示す一例である。外交的影響も無視できない。フランスや神聖ローマ帝国ではイングランド王は2人目の王妃を断頭台に送ったと大きく報じられ、王の婚姻政策が国際的信用を損ねたと批判された。特にスペインの宮廷では王の結婚は政略の武器ではなく、不安定の源とみなされ、以後の外交交渉においてイングランドの発言力は相対的に低下した。当時の世論を振り返ると、民衆の間には二重の感情があった。説教や布告では王妃は不義を働いた裏切り者と糾弾され、処刑は神の正義として語られた。しかし都市の人々の噂話には若き王妃は犠牲者だったという同情の色も残されており、とりわけ女性たちの間では王の愛称から国母へと持ち上げられ、結局は制度に潰されたという解釈がささやかれていた。法体系の観点から言えば、この処刑の根拠は1541年制定の王妃に関する大逆罪法に求められる。この法律は、王妃や王の未婚の伴侶が過去の性的経験を隠した場合、それを大逆罪とみなすと定めていた。つまりキャサリンの罪は、王妃就任以前の行為と就任後の密会が結びつけられ、制度的に国家反逆と再定義されたのである。この法律は彼女のために作られ、彼女によって適用されたとすら言える。宮廷内での評価は冷ややかだった。ノーフォーク公爵は名を守る力を持たず、むしろ一族の存続のために距離を置かざるを得なかった。同時代の帝臣の証言には王は深く傷つき、もはや慈悲を示さなかったと記されている。ジェーン・ロッチフォードもまた関与を問われ、精神の均衡を失ったまま処刑された。王と近しい者たちは、キャサリンを個人として惜しむよりも、秩序の維持を優先したのである。近年の史料解釈では、キャサリンの処刑は彼女の軽率さではなく王権の危機管理として理解されつつある。現代の歴史学では、彼女が若さゆえに制度に翻弄された被害者であるという視点が強調され、同意の境界や権力による支配の構造が議論の焦点となっている。またフェミニズム史学の観点からは、彼女の処刑は女性の性的主体性が国家によって制圧された事例として位置づけられ、再解釈が進んでいる。こうしてキャサリン・ハワードの物語は、愛と欲望の物語としてだけでなく、王権の威信、制度の恣意性、そして女性の脆弱さを浮かび上がらせる悲劇へと結実した。彼女の死は、宮廷政治の冷酷さを体現し、ヘンリー8世治世の象徴的事件として記憶されていったのである。第7章、死後の記憶と歴史的評価。キャサリン・ハワードが断頭台で命を絶ったのは1542年2月13日、まだ10代の若さであった。その後、彼女の名は長らく軽率な王妃、陰頭な裏切り者として記憶され、ヘンリー8世の6人の妻の中でも特に不名誉な位置を占めてきた。だが歴史の評価は固定されたものではなく、時代ごとに変容してきた。当時の背景を考えれば、彼女の死は王権の安定を守るための犠牲と理解されていた。説教や年代記では神は不義を裁いたと語られ、彼女は制度に従うべき女性像の対極として扱われた。他方で、宮廷の一部や庶民の噂には彼女は若すぎて制度の犠牲となったという同情も残され、すでに同時代から二重の記憶が併存していた。周辺諸国の記憶では、キャサリンの失脚は外交的な失態として捉えられた。フランス宮廷では老王が若き妻に裏切られたと揶揄され、スペインや神聖ローマ帝国の宮廷でもイングランドの婚姻政策は不安定とみなされた。つまり彼女の運命は、イングランドの国際的な立場そのものを反映する事件として語られてきたのである。制度的に振り返れば、1541年に成立した王妃に関する大逆罪法が、
キャサリンの死後も適用され続けたことは注目に値する。この法律は王妃や国王の伴侶が婚前の性的関係を隠した場合、それを国家への裏切りとするという異例の規定であり、女性の身体を国家の統治原理に組み込むものだった。キャサリンの死はこの制度の成立を通じて法体系に刻まれ、彼女自身が法によって処刑された最初の王妃となった。関係者の後世での評価も変化してきた。ノーフォーク公爵は一族の生き残りを優先したため、礼を守らなかった冷酷さを非難された一方で、権力維持のためにやむを得なかったと擁護されることもある。カルペパーについては裏切り者とされつつも、王の長身であったことから被害者であった可能性も議論されている。そしてジェーン・ロッチフォードは、キャサリンを陥れたとする従来の見方から、宮廷派閥の犠牲者として再評価される傾向が強まっている。近年の資料解釈では、キャサリン像は大きく修正されている。20世紀前半までは愚かで奔放な少女と描かれることが多かったが、近年の研究では権力に翻弄された未成年女性として理解されるようになった。特にフェミニズム史学は、彼女の恋愛関係を不貧困ではなく権力構造における搾取と捉え直し、彼女を王権の犠牲者として位置づけている。また、カルペパーとの関係を単なる不倫ではなく孤独と圧力の中での依存関係と解釈する研究も現れている。さらに大衆文化においても、キャサリンは悲劇の王妃として再解釈されている。歴史小説やドラマでは、彼女の若さと悲劇性が強調され、しばしば自由を奪われた少女、制度に飲み込まれた犠牲者として描かれる。こうした表彰は、現代人が彼女の人生に制度と個人、愛と権力の矛盾を読み取ろうとする試みの反映でもある。こうしてキャサリン・ハワードは、単なる不忠の王妃から歴史に翻弄された女性へと解釈が変化してきた。彼女の短い生涯は、ヘンリー8世治世の冷酷な権力構造を象徴すると同時に、現代においては女性の主体性と制度の力学を問いかける存在として再び語られているのである。今回の動画は以上となります。キャサリン・ハワードの人生は、わずか十数年の短さでありながら、イングランド史の重要な転換点を鮮烈に映し出している。彼女は王の愛によって権勢の頂点に立ち、その愛ゆえに過去を裁かれ、制度によって命を奪われた。その運命は、女性の私生活が国家秩序と直結する16世紀イングランドの権力構造を如実に示している。同時に、彼女が現代において犠牲者と再解釈されることは、歴史の評価が社会の問いに応じて変わり続けることを物語っている。果たして彼女は軽率な王妃だったのか、それとも制度に押しつぶされた少女だったのか。この問いは、歴史を読み解く私たちの立場そのものを映す鏡である。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。